本日はこちら高松駅から旅に出ます。使うのはじゃん、四国バースデー切符です。隣でセミがすんごい鳴き始めたんですが、今はもう真夏8月です。8月は私の誕生日月です。四国には誕生日の人にめちゃめちゃお得な切符がありまして、それがバースデー切符。 JR 四国全線と土佐黒潮鉄道全線 JR 四国バスが3日間乗り放題になります。自由席用とグリーン席用の2つがあって、グリーン席用でも3000円ぐらいしか買わなくてめちゃくちゃお得なんですが、指定席だと事前に予約をして緑の窓口で発券してとかしなきゃいけないので、私は今回自由に乗り降りできるように自由席用にしました。そして今回はここ高松から四国をぐるーっと外周で一周してこようと思います。四国は何回も来ててすごい好きな場所なんですが、一周はまだしたことないのですごい楽しみです。高松駅にはトレインビューのスターバックスがあります。まず最初に乗るのは快速列車マリンライナー。岡山駅から高松駅間を運行しています。ヘルメットをかぶったようなお顔がぐんぐんと近づいてきました。1号車のみ指定席とグリーン席があって、全面展望かぶりつき席もあります。1号車には清掃が入るんですね。この特別感もあります。2号車以降はいつもの風景という感じで自由席となっています。高徳線を走る渦潮、アンパンマン列車を見ながら出発です。四国に来ればアンパンマンと出会わないことがありません。今回の旅では何回出会えるのか楽しみです。指定席も自由席も結構たくさんの人が乗っていますね。学生も多く見かけます。今回はせっかく乗り放題切符なので途中下車も楽しみつつ四国一周を目指します。先ほど乗ってきた列車は今から瀬戸大橋を渡って四国を離れてしまいますので、坂出駅で乗り換えます。やってきたのは7200系。こちらの列車は四国初の電車として登場した121系がリニューアルされた車両です。モーターを効率よく動かす VVVF インバータ制御と航空機素材で足回りを劇的に軽くした EF ウィングが組み合わさったエコな車両だそうです。坂出、そしてお隣の宇多津は瀬戸大橋を通して本州と四国を結ぶ四国の玄関口。車窓にもマンションや大きな建物が増えて交通の拠点となる街にやってきたことを感じます。金蔵寺駅で降りてみます。無人駅なので車掌さんにバースデー切符を見せたのですが、お誕生日おめでとうございますと言っていただけてすごく嬉しかったです。では金蔵寺駅で降りました。ゲストハウスもあったり、無人駅のこういう待合スペースがいいですね。香川といえばやっぱりうどん。駅から近くのところにうどん屋さんがあったので雰囲気に惹かれて入ってみることにしました。なんと創業は明治時代。麺は少し柔らかめで程よいコシ、さっぱりスルスルと食べられます。天ぷらはセルフで取ります。ちくわ天はカリッカリ、
揚げたてをいただきました。ちなみに天ぷらは色粉で黄色くなっているのですが、香川県では祭りの時などに色付きの天ぷらを出す風習があったそうで、今もその名残を見ることができます。ノスタルジーあふれるアットホームなお店ですするおうどん、お店そのものにとっても魅力を感じます。何でも食べられます。そもそも香川県はなぜうどんが有名なのかなと思ったのですが、雨が少なく温暖な瀬戸内海式気候が良質な小麦の栽培に適していたからだそうです。さらにうどん作りには欠かせない塩、醤油、だし用のいりこもすべて豊富に揃っていたから、うどんがたくさん食べられていたようです。ぶっかけうどんも頼んじゃいました。量は少なめにお願いしています。それ大丈夫ですか？おー、めっちゃなんか地元のお店っていう感じで、お客さんも地元の人がすごい多くて、やっぱああいう雰囲気を味わえるのがいいですね。そして旅のお供にって優しいあめちゃんくれました。黄金糖。花屋食堂さんの斜め前には四国霊場第76番札所の本草寺、88カ所では唯一の天台宗のお寺で、地匠大師円珍が生まれた場所です。香川県は弘法大師空海をはじめ大師の称号を贈られた高僧を5人も輩出していて、讃岐五大師と呼ばれています。ちなみにこの情報は道を尋ねた方にお聞きしました。境内にある青い旗が目印の仮定堂には、子供や女性を守る神様が祀られています。では金蔵寺駅から再出発です。予讃線に乗車するために多度津駅まで戻り乗り換えます。多度津駅はすべての特急列車が停車し、予讃線の主要駅、そして土讃線の起点駅でもあります。乗り換えまで1時間あるので、駅前のなんかすごい綺麗に整備されている広場に来ました。ここから列車を眺めることもできますし、あそこに蒸気機関車がおります。多度津は四国の鉄道発祥の地。こちらは86の名で親しまれた蒸気機関車で、全国各地で活躍した代表的な国産機関車の一つです。入れるみたい。よいしょ。入れるというか登って、おわあ、もう錆びてて海底遺産っていう感じに見えます。ちなみにここ多度津は少林寺拳法発祥の地だそうです。知らなかった。では特急潮風石鎚に乗って四国の上部分を横断します。3分目はお待ちください。13時23分発特急潮風11の石鎚11の松丸が到着します。大きな円を描くような前面デザインが特徴の8600系がやってきました。この円形のブラックフェイスは蒸気機関車をモチーフにしたものだそうです。座席は2プラス2列配置。瀬戸内らしいオレンジ色の座席が並ぶ明るい車内です。フックや背面テーブル、網ポケットにドリンクホルダー、そして自由席なのにフットレストがついています。多度津駅を出発です。特急潮風は岡山から伊予西条松山駅、
特急石鎚は高松駅から松山駅を結ぶ特急列車です。瀬戸内海に沿って走るので進行方向右側の座席がおすすめです。もちろん海側が人気なので途中駅からだと空いていなかったのですが、運よく空いて移動してきました。早速車窓には海の絶景。この日は年にたったの2日しか営業しない対馬宮駅の営業日。車窓からは年に2回しか渡れない対馬神社、そして普段誰もいない駅にたくさんの人が訪れる様子も見ることができました。席を移動できるというのは自由席のありがたいポイントです。多度津から松山までは約2時間の乗車ですが、自由席でもコンセントがあり安心です。周りの建物に馴染んで一瞬で通り過ぎましたが、美濃浦駅は貨車駅舎、お家みたいな見た目です。美濃浦駅を過ぎると香川県から愛媛県に入っていきます。車窓一面には田んぼが広がっています。青々とした稲が遠くまで広がっていて夏らしい景色です。手前の特徴的な石たちは伊予青石かなと思います。愛媛県西条市を中心に産出される美しい石で、見た目はもちろん耐久性もいいことから日本の庭園や温泉の浴槽などにも使用されているそうです。車内にはお手洗いや荷物置き場もあります。枕位置も動かせますし、リクライニングも座面と一緒に動くタイプなので快適な乗車時間です。まもなく今治駅、築城の名手東堂高虎が作った日本屈指の海城が見えてきました。松山駅に近づき、海が目の前に広がってきます。予讃線は瀬戸内海を眺める絶景路線、そして四国一長い路線でもあります。まもなく終点松山です。絶賛大工事中の松山駅。後ろを振り返るとなんともレトロな電車乗り場です。松山市内には路面電車が走っています。松山駅から少し歩いて、ここは愛媛の大手町。一度荷物をホテルに置いて路面電車に乗って大街道駅で降りました。このまままっすぐ行けば松山城に向かうロープウェイ乗り場があります。観光物産館に来ました。愛媛では蛇口からみかんジュースが出るという都市伝説があるのですが、ここが安いという情報を得てやってきました。美味しい。味はもうポンジュース、めちゃくちゃ美味しかったです。幸せ。夏の四国一周旅のちょっと難しいところがお土産で、基本的に同じところに戻ることがないので、ずっとリュックを背負い続けて荷物持ち続けて歩いてるから炎天下にさらされてるんですよ。私のリュックの中のアメちゃんも今日ドロドロに溶けてたし、だからお土産をちょっとゲットできないっていうのは残念なポイントではあるかもしれないです。その場で食べてお腹に入れて
思い出として東京に帰ろうと思います。ではせっかく松山に来たので路面電車に乗って道後温泉へ行ってみます。さあ到着しました。ホームに降りると目の前には明治時代の洋風建築を再現したレトロな駅舎。道後温泉駅にやってきました。そのすぐ横に現代的な路面電車が並ぶ姿は昔から続く道後温泉の街と今をつないでいるように感じます。踏切注意。列車が帰っていきますね。速っスピード。このパンダちゃんが首振ってる止まれ表記、富良野でも見たんですけど、ここ愛媛でも東京では見たことありません。かわいい。そして駅の目の前には坊ちゃん列車、日本最初の軽便鉄道があります。まずは商店街をプラプラします。新しくて体験型のお店が増えていたことにびっくりしつつ、私もマイ坊ちゃん団子を作ってみます。マイ坊ちゃん団子を作ってきました。小豆あん、伊予柑あん、特製白練りあん。お団子はすごい冷えてます。あ、あんがめっちゃ分厚い。ちょっと撮影やめて食べます。こちらが約3000年の歴史を誇り、日本最古と言われる道後温泉のシンボルである道後温泉本館です。お肌がすべすべになるお湯はもちろん、この歴史ある建物そのものを味わうのが道後温泉の醍醐味です。明治の面影を今に伝える木造3層構造の館内はタイムスリップしたかのような情緒に包まれています。近くに足湯があるので行ってみます。道後温泉を眺めながら足湯に浸かる時間、なんとも贅沢ですが、道後温泉のお湯は熱々なので、皆さんちょっと使っては休憩してを繰り返していました。明日朝一で行きたいところがあるので、今日は松山に戻って寝ます。それでは2日目の朝です。おはようございます。今日はまだちょっと薄暗い時間帯、5時、今多分15分ぐらいかななんですけど、行きたいところがあるのですごい早く出発しました。雲が見当たらない、ちょっとあるけど、でもこれだったらすごいいい景色が見られそうです。ではここ松山駅から乗車するのは5時51分発宇和島行きです。ホームに到着すると特急がいると思ったのですが、こちらはもともと特急列車として活躍していたキハ185系、それを普通列車用に改造した車両です。車体には JR 四国のコーポレートカラーである水色の帯と普通列車仕様を示す赤いラインが入っていて爽やかなデザインです。特急の愛称が表示されていた場所は現在は行き先が表示されています。それでは早速乗車します。車内は昔ながらというレトロな雰囲気です。輝く朝日がとっても頼もしい出発です。ご乗車ありがとうございます。この列車は IR 矢沢線伊予長浜方面宇和島行き普通列車です。途中、伊予市には6時10分、伊予長
IR 伊予灘線は予讃線の海沿いのルートにつけられた愛称です。IR 伊予灘線という名前だけあって、伊予灘に沿って走る美しい車窓を楽しめるのが魅力です。松山方面と宇和島方面を移動するだけなら、内陸を走る内子線で特急に乗ってしまった方が早く到着します。海岸線を大きく回るので時間はかかりますが、ここに来たからには外せません。松山方面から伊予大洲方面へ向かう場合、海が目の前に広がる右側の座席がおすすめです。車窓には南伊予駅に隣接する松山運転所。個性豊かな列車が活躍するからこそ、こうして車両基地の横を通る時間も楽しみの一つです。個人的にはキハ47のアイボリーと水色の爽やかなカラーリングがお気に入りです。次は伊予横田に停まります。車窓には山や海、そして青々とした水田。視線を移すたびに違った自然が現れて、どこまでものどかで雄大な景色が続きます。私が四国を好きな理由の一つが、人の温かさはもちろん、都会からそれほど離れていない場所でも少し列車に揺られるだけで山や海、田畑がすぐそばにあることです。自然が特別な場所にあるのではなくて、日々の暮らしの中に溶け込んでいる、そんな景色を見ると四国に来たなと感じます。列車は緑のトンネルを通って進んでいきます。河野川駅を出てから伊予長浜駅の手前までは伊予灘に沿って走る海沿いの区間。だんだん近づいてくる海が目的地に近づいていることを教えてくれて、とってもワクワクします。伊予上灘駅で、結構20分ぐらい停車するので一旦降りてきました。記念写真も撮れます。そしてもうそこには海が見えてます。家の間から楽しみ。伊予上灘駅の待合室にはたくさんの色紙がありました。この雰囲気がなんだか私もおばあちゃんの家を思い出して、おばあちゃんの家に色紙があるわけではないんですけど、ほっこりしました。こうした温かみのある待合室を見てると、地元の方に愛されている駅なのだなと感じます。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。伊予上灘駅を過ぎると、線路のすぐそばまで海が迫ってきています。窓いっぱいに広がる青い海と空、その先には島の影も浮かんでいて、どこまでも見渡せる伊予灘のパノラマに見入ってしまいます。下灘に着きます。お出口は左側です。列車は下灘駅に到着しました。ここは駅の目の前に海が広がる、鉄道ファンにもそうじゃない方にももうとっても有名な駅です。下灘駅に1番に到着する列車で来ましたが、私と同じく6人くらいの方が乗車していました。普段は観光客の方がすごく多いと聞いていたのですが、やはり朝市ということもあって少し人数は少なめです。車で来ている方もいるので人数が多くなるタイミングもあるのですが、狙い目の時間かなと思いました。ホームの目の前に広がるのは伊予灘の海。日本一海に近い駅とも呼ばれ、青春18切符のポスターにも登場したことのある日本を代表する絶景駅です。駅舎は開業当初からの木造駅舎が改装されながら残っています。
どこか懐かしさを感じる素朴な上屋と海に向かって並ぶ青いベンチ、その向こうには水平線まで続く海と空が広がります。青いベンチに腰掛けてただただぼーっと海を眺めていたくなりました。駅の音を記入します。ナンバー86。列車の本数は少なくて、時間帯によっては次の列車まで2時間近く空くこともあります。松山駅から始発で行けば1時間後には次の列車に乗って出発することができるので、ちょっと早起きをするのがおすすめです。こちらはキハ54型。この車両と駅のコラボが撮影したかったので、来てくれてとっても嬉しかったです。青い海に風情を感じるホーム、そして煙を上げる気動車、たまらない景色です。では名残惜しいですが、下灘駅を出発します。こちらの座席は私がお気に入りの一部だけ黄色い座席です。下灘駅を出発してからも列車は海のすぐそばを走っていきます。山が海の近くまで迫るこの辺りではわずかな平地に家が並んで、そのすぐ向こうには海です。平地が少なく、かつては海岸沿いの陸路での移動も容易ではなかったこの地域では、海は漁の場であると同時に人や物を運ぶための大切な道でもありました。愛ある伊予灘線の最後の駅、伊予長浜駅では長時間停車するので、一度駅を降りてきました。待合室では海の生き物たちが私たちを待ってくれています。海岸線を通り抜け、伊予長浜を過ぎると、列車は愛媛県を流れる一級河川肱川に沿って内陸へと入っていきます。目の前いっぱいに広がっていた海はいつしか見えなくなり、今度は川と田畑、山に囲まれた景色へと変わっていきます。伊予大津駅に到着しました。じゃん。伊予の小京都水郷大津とありますが、ここはお城とか昔ながらの街並みとかもある、観光にもすごいいい場所です。木がたっぷり使われていてかっこいい雰囲気の駅舎ですが、ここは大津城があったり、あとこういう昔ながらの街並みが残されている通り、ここは NHK の朝ドラのロケ地とかにもなったところとか、あと東京ラブストーリーの撮影地とかもあるみたいです。現在ここなんですけど、大津城までは30分ぐらいで、この朝もやっていうところとか、あとお花半通りとかも徒歩22分とかなので、ちょっと今回私の乗り換え時間には間に合いません。ここからは特急に乗り換えます。こちらは N2000 系気動車。なかなかに渋い座席が並んでおります。テーブルに網ポケット、そしてこちらもフットレスト付きです。大津城が見えてきました。手前に流れているのは肱川ですが、こちらの川はかつて大津城を守る天然の堀としても利用されていたそうです。八幡浜駅ではお散歩南予号に遭遇しました。車体には愛媛県の人気キャラクターみきゃんをはじめ、南予のキャラクターたちがずらりと。賑やかで可愛らしい列車です。
山の斜面を切り開いて作られた田畑とその間に並ぶ家々、この土地ならではの美しい暮らしの風景が広がっています。山を抜けて建物が増え始めたら列車は間もなく宇和島駅です。宇和島運転区では四国を走るユニークな列車たちが並んでいるのを見ることができます。宇和島駅到着。宇和島闘牛、そんなのがあるんだ。こちらは宇和島で一番最初に作った蒸気機関車を復元したものだそうです。すごいミニで可愛い。ちょっと南国味あふれる宇和島に来ました。なぜここで降りたかというと、宇和島で宇和島鯛めしを食べたいって以前から思ってたので、それを叶えるために来ました。でもまだちょっと開店までには時間があるので、宇和島城に行こうと思います。めちゃくちゃ工事中。木に覆われて日陰だし涼しいんですが、めちゃくちゃしんどいです。これずっと登り道をこう登っていく感じですよね。次は階段です。天守、お城に簡単に行かれてはいけないのは分かりますが、しかししんどいです。汗がダラダラ。宇和島城は東堂高虎が手掛けたお城で、敵を欺く工夫が凝らされた守りの固いお城でした。一方、現在残る天守は平和な時代、江戸時代に伊達宗利が建てたものだそうです。戦国時代の巧みな城造りと平和な時代に建てられた美しい天守、その両方を一度に見られるのが面白いです。宇和島に来た一番の目的の宇和島鯛めしを食べに来ました。宇和島鯛めしは愛媛県南予地方に伝わる郷土料理で、新鮮なマダイのお刺身を生卵の入った特製のタレによく絡めて熱々のご飯にかけて食べるのが特徴です。もともとは漁師たちが船の上で食べていたとされる料理で、プリッとした鯛に卵をまとった濃厚なタレ、そして熱々の白米、この組み合わせがたまりません。タイに何もつけずに食べてみたのですが、もう油も乗っていてすごく美味しかったです。今回は四国を外周で回りたいので、宇和島から宿毛駅まで目指します。鉄道路線がつながっていないので、ここからはバスで移動です。この今からバスで走る宇和島と宿毛の間も鉄道で結んで四国をぐるりとつなぐ構想がありました。美しい山々と複雑に入り組んだリアス海岸、宇和海の入り江を眺めながらバスは宿毛を目指します。足摺岬や柏島などサンゴ礁が広がるエリアへの玄関口、宿毛駅に到着しました。ここから大阪京都まで行ける高速バスも出てるみたいです。現在ここは高知県の左下、フェリーで沖ノ島に行ったり、あとは柏島とかももうそろそろ近いですね。少ない。これから乗車するのは土佐黒潮鉄道中村宿毛線です。久保川から宿毛駅を結んでいます。車体いっぱいに描かれているのは土佐清水市を象徴するジョン万次郎とジンベエザメです。
ポップなラッピングがとっても可愛いです。土佐清水市は幕末から明治にかけて活躍したジョン万次郎のふるさとです。そしてジンベエザメの研究が行われていることでも知られています。車内に入ってみると座席の柄が海の中を泳いでいるように思わせてくれます。この列車は各駅停車の中村行きです。安全運転のため走行中は運転手に話しかけないようお願いいたします。車内は禁煙です。ご協力をお願いします。土佐黒潮鉄道では土佐黒サイクリングという自転車をそのまま普通列車に持ち込めるサービスも行っているそうです。列車と自転車を組み合わせながら太平洋や四万十川沿いの景色を楽しむことができるのはすごく楽しそうですよね。そしてこの土佐黒潮鉄道ですが、同じ鉄道会社なのに路線が離れているちょっと面白い鉄道でもあります。西側には中村宿毛線、東側には五面那覇線があって、その間を走っているのは JR 四国の土山線。もともとは現在の宿毛線と五面那覇線につながる路線の建設を進めていましたが、国鉄再建の中で工事がストップしてしまいました。そこでこの離れた2つの路線を引き継ぐために高知県などが出資して設立されたのが土佐黒潮鉄道です。車窓に見えてきたのは四万十川、高知県西部を流れる全長 196km の一級河川です。高知といえば四万十川を私は思い浮かべるのですが、日本三大清流の一つにも数えられています。中村駅からは特急足摺に乗り換えて高知方面へ向かいます。列車名の足摺は高知県の最南端に位置する足摺岬に由来します。四国旅イコール癒しの旅だと私は思っているのですが、山の緑と豊かな水を車窓から眺めていると、それだけで日頃の疲れとかが全部取れていきます。青を基調とした座席には昔ながらの特急らしさを感じますが、車内全体を見渡すと意外とすっきりしていて都会的だなと思いました。懐かしさとスタイリッシュさが同居しているような車内です。車窓には再び海が見えてきました。同じ四国の海でも愛ある伊予灘線から眺めた景色とは全く違う表情です。伊予灘では穏やかな瀬戸内海の景色が続いていましたが、こちらで目の前に広がるのは太平洋。視界いっぱいに水平線が伸び、白い波が次々と海岸へ押し寄せています。列車は窪川駅から土山線へ。土佐の国高知と讃岐の国香川を結ぶ四国を南北に走る路線です。阿波駅付近では車窓のすぐそばに阿波海岸が広がります。ここは観光列車でもゆっくり走ったり停車して記念撮影を楽しむスポットでもあります。青い海に白い波、そして砂浜。列車の窓からこの景色を眺めていると南国を旅しているような気分です。こ
こちらは奇跡の清流とも呼ばれる仁淀川です。全国屈指の良質な水質を誇って透き通った水が青く輝いて見える美しさは仁淀ブルーと呼ばれています。私も実際に近くまで見に行ったことがあるのですが、本当に透き通って綺麗でした。仁淀川を渡ると車窓は一気に都市の風景へと変わり、間もなく高知駅です。高知駅に到着しました。高知の夜は広め市場。高知城のすぐ近くにあるここは鮮魚や郷土料理、居酒屋など様々なお店が集まる高知を代表するグルメスポットです。もう皆さん早い時間からたくさんお酒を飲まれて楽しんでいます。今回いただくのは八色亭のカツオのたたきです。まずはコーラで乾杯です。もう高知に来たらカツオを食べないわけにはいきません。カツオを食べるためだけに高知に来たいと思うほど高知のカツオは美味しいです。臭みなどは一切なく、もっちりとした弾力があります。この市場の中にはたくさんのテーブルが並んでいて、気になるお店で好きなものを買って自由に楽しむことができます。広め市場は自分で空いてる席を探して座るスタイルで、基本的には相席となっています。この日は3グループで相席していたのですが、なんとお隣の方が同じテーブルの皆さんにラーメンをお裾分けしてくださいました。あれで頼めばどうしようかなって悩んだんだ。餃子セットにしようかなと思ったの。まあどこでもあれ買う。たまたま同じ席になったことをきっかけに自然と会話も始まって、新しい出会いが生まれるのもここの魅力だなと思います。私は高知4回目なのですが、一人でここでご飯を食べるっていうのは今回が初めての挑戦でした。でもこんなに温かい交流があって、お腹だけじゃなくて心まで満たされる時間となりました。高知が好きですね。だいぶ好きですね。4回目ぐらい。ではあっという間に3日目です。最終日は高知駅から出発します。なんか昨日の夜の予報では雨 90% くらいだったと思うんですけど、なんかめっちゃ晴れた嬉しいです。今日は高知県から徳島に行って、また最終的に出発地点の高松に戻ります。参るぜよ。高知県といえばやっぱりアンパンマン。今ちょうどアンパンマンの列車止まってますね。じゃん。路面電車も走っています。まず乗車するのは9時15分発のごめんなはり線那覇行き。もういました。待って、朝ということで2両編成で走るみたいです。まずごめんなはり線黒潮、その後ろになんと阪神タイガースのダッティング車両だ。今まで見たことは何回もあったんですけど、乗るのは初めてです。じゃーん。昨日広め市場の座席取りにも阪神の選手のタオルが使われてました。こちらは阪神タイガース応援列車。秋に阪神のキャンプ地があります。車内も黄色と黒の縦縞模様です。ごめんなはり線名物の背もたれ高座席。席に人が座っているのか確認できないほどの高さで、半プライベート空間みたいになっているのでお気に入りです。高知県を走る観光列車四国土佐時の夜明けの物語がこの日は運行日。高知駅でひときわ存在感を放っていますね。
五面駅までは JR 土山線を走ります。布志田駅の手前には車両基地があります。うなるエンジン音を聞きながら列車たちを眺めるのは最高ですね。座席にリクライニング機能はないのですが、最初からこの反り具合、乗り心地がすごくいいです。次の五面駅より乗務員交代いたしまして、土佐黒潮鉄道を乗務員がご案内いたします。本日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございました。30分ほどで五面駅に到着しました。ここで毎回やっていることがあります。ここから土佐黒潮鉄道五面那覇線に入ります。五面那覇線は日本で一番新しいローカル線です。各駅にアンパンマンの著者柳瀬隆先生がデザインした駅キャラクターがいます。高架を走っているので見晴らしがいいのも特徴です。五面という珍しい地名は江戸時代にこの地域に移住して町を開拓した人々に年貢などを免除、ご免するという特権を与えたことからこの地名がついたと言われています。黄緑のクジラがモチーフとなった弥太郎号に遭遇しました。こちらの車両にはオープンデッキがあって開放的で爽快な乗車時間を楽しむことができます。まもなく赤岡駅間の赤岡に着きます。まもなく赤岡駅、赤岡漁港の横を走っていきます。この辺ではアジやイワシなどが釣れるみたいです。安駅を過ぎると一番の絶景区間、ダイナミックな太平洋を真横に列車は進んでいきます。現在2両編成で走っていますが、車庫がある秋駅で切り離されるとのことで、置いていかれないように先に先頭車両に移動しておきます。ご乗車ありがとうございます。奈半利川を渡り、終点奈半利駅へと到着です。ドア付近のランプが点灯しましたが、ドア横のお仕事順forward。Please put your ticket and fare into the 奈半利子ちゃんがお出迎えしてくれている奈半利駅に到着しました。鉄道がここまでなので、ここからはバスに乗ってこの高知のこの V 字の部分を行きます。東武交通の室戸岬方面行きに乗車します。今から走るのはもともと高知県奈半利駅からその先の徳島県牟岐駅までつながる予定だった路線の未成線となってしまった区間、山と海に挟まれた険しい地形に沿うように、そして右手に太平洋、左手に人々の暮らしを感じながら走り抜けていきます。
地元の方の日常に混ざりながら、もしもここに電車が走っていたらと想像が膨らむバス旅です。現在は高知県の東の端、太平洋に大きく突き出た室戸半島の先端、室戸岬に向かっています。車窓にはゴツゴツとした岩場が見えますが、室戸ならではの車窓風景です。よく見ると白壁に小さな河原が突き出た独特の民家があります。これは水切河原というそうです。ここは台風の通り道なので、強烈な雨から壁を守るため、雨水を途中で弾く小さな河原を何段も重ねています。そして風圧を逃がすための二重屋根になっている家もあって、厳しい自然とともに生きる土佐の知恵が詰まった景観を見ることができました。こちらが晴天の室戸岬。本日は大荒れです。圧倒的な自然のエネルギーがこのダイナミックな岩礁を作り出してきたんだと実感します。本当は室戸岬に行く予定だったんですけど、もう大雨も大雨、あと波浪警報とかも出てたのでちょっと危ないのでやめて、室戸世界ジオパークにやってきました。ここの施設は学校を改修してできているんですが、あっち側には体育館、これ体育館です、あります。なんと入館無料です。シェアサイクルもあるので、これに乗って室戸岬まで行くとかもいいのかもしれない。室戸世界ジオパークセンターはこのダイナミックな大地の魅力を深掘りできる場所です。室戸の豊かな海が育む魚や生態系なども学べるので、ここに行ってから室戸岬に行くとより楽しめそうです。室戸の海洋深層水が使われたアイスをいただきます。では観音浦方面のバスに乗車して四国の右側を進みます。窓の外に見えるのはずーっと海。陸の旅でここまで海が続く景色を見ていることは珍しくて、もはや船に乗っているみたいな感覚です。次は椎名。この区間は先ほどよりも学生が多いです。地形に沿って進んでいると自分で地図を作成している気分で楽しくなってきます。ここまでほとんど海を眺めてきて、まだまだ海が続いていますが、まもなく降車駅に到着です。バス停の駅があれ、サーファーボードになってます。海の駅東洋町を降りまして、目の前には海、そして道の駅東洋町にやってきました。ここでは超新鮮なさばきたてのマグロ丼をいただきます。ツヤツヤで真っ赤なマグロ。もちっとしていて美味しかったです。
ここ海の駅東陽町から一番近いのが JR 牟岐線の阿波海南駅っていうところなんですけど、そこまでは阿佐海岸鉄道の DMV が走ってて、本当はそれ乗りたかったんですが、今は運休中ということで代行バスに乗車して向かいます。さらに本当は代行バスだと次の列車の時間に間に合わなくて2時半ぐらいに着くのかな。着いて次の列車は4時とかですね。なのでここはタクシーを使って時間短縮しようって思ってたんですけど、近くが 2個会社あって全部で払っちゃってるっていうことで乗れませんでした。やっぱり台数が少なかったりするので、そこは要注意ですね。ではこちらの代行バスに乗って出発です。高知県の東端と徳島県の南端を結ぶ阿佐海岸鉄道では DMV デュアルモードビークルという線路と道路の両方を走る乗り物が走っています。なんとこの営業運転が世界初だそうで、復活したらぜひ乗りたい乗り物です。 DMV があれば乗り換えなしでバスや鉄道の両方を利用できるので、かなり便利になるなと思います。この辺りは山が海のすぐそばまで迫り、入り江や岬が複雑に入り組むリアス式海岸が続きます。海沿いを走っていても山に囲まれたり入り江が現れたりと、カーブを曲がるたびに景色が変わっていきます。現在は竹ヶ島停留所に向かっているところですが、近づくにつれて車窓の海が鮮やかなエメラルドグリーンに変わっていきました。ここは黒潮と綺麗な浅瀬が織りなす南国のような絶景スポットだそうです。このルートのバスに乗ったから知れた景色、降りなくても心に残ります。学校が見えると、その目の前には阿佐海岸鉄道唯一の有人駅、宍喰駅です。海部大橋を渡ると間もなく校舎です。海部高校前駅に到着しました。ここはもう徳島県、なかなかにほっかほか亭、間違えた、ほっかほっか亭。阿波海南駅到着しました。じゃん、こちらです。駅前に阿波海南駅周辺観光マップがありました。やっぱり海に面しているので、いろいろそういうスポットがあるんですが、本当ならこう DMV が走ってるんですよ。いやー、また今度乗りに行きたいですね。で、現在はここでこの阿波海南文化村っていうところが近いと思うので行ってみます。阿波海南文化村にやってきました。個性豊かで創造性に富む海陽町の歴史文化を盛り上げ、魅力ある地域づくりを行うための拠点として建てられた施設とのことで、展示や博物館があったり多目的ホールなどもありました。これが DMV です。すごい飛び出してる風に見える。現在は海部大橋におります。こちらが海部川、そして海部川の上に立っているこちらの線路を阿佐東線 DMV が走っています。水質がめちゃくちゃ透き通ってますね。綺麗。飲みたい。いや、ここ最高の撮り鉄スポットですね。駅に戻ってきました。こちらが JR の車止めで、その横に奥に線路があってぐーっとこっちに来てるんですが、ここが DMV の線路ですね。車止めは
埋められている感じです。ここから DMV はバス区間となって先ほど言った阿波海南文化村まで走ります。現在立ち入り禁止になっているんですが DMV が止まる場所があって撮影スポットにもなってますね。ではこちらの JR 牟岐線に乗って徳島駅に向かいます。よし、ですね。この段差が大きいところが多い。よいしょ。乗車するのは通勤や通学列車として活躍する1200型気動車。長い区間を走るのでお手洗いも備え付けられています。椅子が結構垂直。では出発です。ここから徳島駅まで2時間ちょっと乗り通します。海のそばを走るのかなと思っていたのですが、町と山の間を走っていきます。トンネルも多く、木々の合間から海が顔を覗かせます。緑に囲まれて秘境感がありますね。無生命にも由来し、かつての終着駅だった牟岐駅を出発します。ここから車窓は少し開けてきました。日和佐駅はウミガメの産卵地として知られる町で、駅から徒歩20分ほどの海岸ではウミガメが産卵のために上陸するそうです。こちらは毎年海水浴シーズンに約3週間だけ営業する鯛の浜臨時駅です。もう駅というかビーチ。かりんさんも灯台のような建物から顔を出していて、この時期しか見られない風景にワクワクします。この海水浴場のために臨時営業される駅ですが、駅を出るとすぐにまた3階へ入っていきます。8月頭なのに黄色い稲でなんでだと思ったら、徳島県では通常より早い時期に出荷される早場米が育てられていて、お盆頃に収穫の最盛期を迎えるということです。阿南駅に到着しました。ここから学生や会社員の方などがたくさん乗車してきて、車内は満員に近い状態です。山と海の静かなローカル線から生活感あふれる都市近郊路線へと一気に表情を変える牟岐線最大のターミナルです。お待たせいたしました。この列車は普通列車の徳島駅です。終点の徳島まで各駅に停まります。次は阿中島に停まります。徳島県で最も長い一級河川中川を通ります。最も良好な水質として清流四国一にも選ばれたことがあるそうです。奥に煙突など見えますが、製紙工場などが立ち並ぶ工業地帯です。まもなく終点徳島駅。高徳線特急うずし
潮26号高松行きは2番乗り場から徳島県は全国で唯一電車が走っていない県です。駅に入ると機動車たちがお出迎えしてくれています。徳島といえば徳島ラーメン。駅近くの中華そばショップ来来さんに来ました。徳島ラーメンは大量の豚骨が手に入ったことから豚骨スープが普及して屋台ラーメンから始まったみたいです。茶色系、白系、黄金系と3系統あるらしく、自分好みを見つけるのもいいかもしれません。濃厚なのにあっさりとした豚骨醤油の中華そばで美味しかったです。ではあっという間に最後の列車です。特急うずしおに乗って出発地点の高松駅に戻ります。岡山と高知間の南風や高松と徳島間のうずしおで活躍する2700系がやってきました。赤と緑のラインはそれぞれ徳島が誇る阿波踊りの熱量と香川小豆島の特産であるオリーブをイメージしているそうです。鮮やかな緑と青のアート作品のようなシートがとってもおしゃれです。ここから高松駅までは約1時間。香川県の高松駅と徳島県の徳島駅を結ぶ高徳線を走ります。終点高松の順に停まります。徳島駅を出てすぐは建物が多く夜景を楽しめます。これまで自然いっぱいの景色の中を走ってきたので、徳島駅周辺の街並みが思った以上に都会的で、その景色の変化にも驚きました。こちらの車両は振り子式が採用されているので、高徳線の急カーブも軽々とかっ飛ばしていきます。非電化の単線を爆走するのがなかなかにかっこいいです。都市間を結ぶ特急ですが、こまめに途中停車して、そしてその度に降車する人を見かけます。今日もJR四国特急ずしお28号ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点高松に着きます。降り口は右側です。
高松駅到着しました。これで無事四国ぐるっと一周してきました。あっという間の3日間、めっちゃ楽しかったです。で、今日はバースデー切符は一応岡山県の小島まで使えるので、せっかくなので瀬戸大橋を渡ってそこの区間も乗って帰ります。では最後におまけでマリンライナーに乗って小島駅まで行きます。今回は高松駅からスタートして四国をぐるっと一周してきました。当日の気分で自由に列車を選べる、途中下車できる自由席の気ままさは個人的に大正解の楽しみ方でした。事前にルートを決めてグリーン車用で旅すればさらにお得で贅沢な時間を過ごせるのもこの切符の素晴らしいところです。四国の美しい景色もご飯も大満喫できたバースデー旅、最高に楽しかったです。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップでは週1で配信などもしていますので、よかったらチェックしてみてください。またねー。